皆さんこんにちは、かなこです。この動画を見ていただきありがとうございます。早いことで憧れの地宮崎に移住をしてから1年が経ちましたので、今回は1年間の大まかな出来事を動画にまとめてみました。宮崎に住んでいる方、移住を考えている方、田舎の風景がお好きな方は特にこの動画をお楽しみいただけるかなと思います。そうでない方もぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではお楽しみください。ピカな古民家ピ。I remember better days. こちらは夫の厚弘、そしてこちらは最近家族になった愛猫のモノです。私たちは2023年6月20日に愛知県から宮崎県に引っ越しをしました。海が好きで植物が好きなので、南国感のある宮崎は私たちにとって魅力的な土地でした。引っ越し先を探すとき、私たちが求めていた家は、広い庭があること、綺麗な海が近いこと、暖かい土地であること、家が安いこと、田舎すぎないこと、この条件で家探しを始めました。愛知県からネットで家を探して、宮崎への2回目の訪問で今の家に決定しました。家を決定してから5ヶ月間で引っ越し準備をして、就職先も決まらないまま少しのお金を持って宮崎県に飛び込みました。さて、晴れて宮崎の古民家に引っ越したわけですが、私たちは引っ越しの前に掃除をしたりリフォームをする余裕がなかったので、まずは家の掃除から新生活が始まりました。キッチンにはたくさんのアリが住んでいて、おはよう。これかぶせとこ。お風呂場には見たことのない昔の湯沸かし器のようなものがあって、壁にはクモの巣や謎の虫の卵、床にはたくさんの虫の死骸と虫の糞とヤモリの糞が落ちていました。移住1日目は想定外の居心地の悪さに虚脱してしまいましたが、寝ている間虫の餌食になるのは嫌だったので、引っ越しで疲れた体を叩き起こして古民家に残されていたベッドの上にテントを張って睡眠をとりました。さて、まずはキッチンのアリさんたち。アリに罪はないのですが、このままキッチンに居座ってしまっては困るので、コーキングをすることにしました。難しい。もうこれでアリさんは入ってこれないわけだ。シンク、壁、床を磨いて、大量の食器を片付けて、うわ、ゴキブリが死んでる。ここにコップの中。とりあえずキッチンが使えるようになりました。次はお風呂掃除です。見たことのない湯沸かし器のようなものをどかします。どこに何がつながっているのか、果たして撤去していいものなのかも自分たちで判断しながらの作業でした。落ちない汚れに絶望しながらタイルを磨きました。ちなみにキッチンもお風呂も相変わらずこのまま使っています。とりあえず水回りだけ最初に掃除をして、お部屋の掃除は暮らしながら少しずつ進めていきました。購入した古民家は雨漏りあり、浄化槽のひびあり、おそらくシロアリ被害ありのお家で、それを承知の上の購入でしたが、一つだけ予想外の出来事がありました。それは水道水がめちゃくちゃ鉄臭かったことです。水を出しっぱなしにすれば消えるっていう情報もあったんですけど、どれだけ水を出しても鉄の匂いは消えませんでした。
今ではだいぶ良くなったような気がするんですが、1年経ってもたまにうっすら鉄の匂いがする時があります。なので最初は水道水を料理に使うことができずに、2リットルのペットボトルの水を購入して料理に使っていました。ですがそこにさらなる問題点がありました。それは車がなかったことです。車を購入せずに引っ越したため、スーパーに行くのは徒歩、市役所などは1日数本しか出ていないバスを使っての移動でした。2リットルのペットボトルを運ぶのは結構きつかったです。早く車を購入すればよかったんですけど、就職が決まるまではローンが通らないと思って購入まで踏み切れませんでした。なので最初の1ヶ月くらいは近くの小さなスーパーがライフラインで、ほとんどのものをそのスーパーで購入していました。しばらくすると徒歩に限界を感じて、2人で自転車を購入しに行きました。そのおかげで少し遠いところまでなら自転車で行けるようになりました。自転車で45分かけて、25分どころじゃないよ。もうあんなに1時間かかなんかそう市役所までだもんね。もう汗だらだらでさ、ってびっしょびしょでね。びっしょびしょで。そんなこんなで9月になるとやっと私の就職先が決まって、その後すぐに自転車で車を買いに行きました。車を購入したことで気軽にホームセンターにも行けるようになって、より DIY や庭の手入れが大幅に進めるようになりました。何より嬉しかったのが、宮崎に引っ越してから初めて海に行けるようになったことです。今日は釣りに来てます。車を買ったので釣りに来ました。もうずっと家のことをしていて遊びに行ってなかったので、車を購入した次の日にもうすぐに海に釣りに行きましたすごいじゃん。どうする？すごっ。はい。土砂降りになった。何？あ、カサゴだ。久々に見た。嬉しいカサゴ。カサゴだ。また降ってきた。私たちの購入した古民家の土地は500坪で、家は庭に囲まれています。最初はジャングルのような日本庭園でした。私たちの目指す庭のスタイルは多肉植物やデザートプランツ、薬用植物などを中心にした南国リゾート風。それを実現させるためには今生えている木を伐採する必要がありました。ということで伐採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 。引っ越してからほとんど毎日木の伐採をしていました。チェーンソーも宮崎に来てから初めての使用だったので、もうでかい木が切れるようになったらでかいチェーンソーの方がいいだろうっていう浅はかな考えで、でかいチェーンソーを一つだけ購入して、剪定バサミで切れるような枝も最初はチェーンソーで切っていました。今では庭のほとんどの木を伐採したおかげで、だいぶチェーンソーを扱えるようになりました。庭のお手入れ道具も最初は古民家に残された剪定バサミだけでしたが、チェーンソーを買って倉庫からバリカンや鎌を見つけて、半年後ぐらいに手のこを買って、とりあえずは一通りの庭作業ができるようになりました。大量の伐採が終わると、次は大量の抜根が待っています。抜根なんて初めてだったので、やり方をネットで調べたんですけど、チェーンブロックを使ったやり方は道具がたくさんいるし、ユンボは持ってないし、節約していたので、なんとかシャベルだけでできないかなと試してみたら、なんとできました。さすがに大きな根っこは難しかったですけど、サツキやツツジのような根っこの浅い植物はシャベルで抜根することができました。まだくっついてる。すごい。そして人力では抜根が難しい
大きな根っこだけが残って、しばらくの間そのまんまにしていたんですけど、南国っぽい植物を植えるためにはスペースが必要で、どうしても抜根をしなければいけませんでした。わあ、できた。できた。おすごい。おー。そして考えたのが、ユンボのレンタルです。このために厚弘さんがユンボの免許を取ってくれました。ユンボの特別教育行って免許を取ってきました。わずか2日間のレンタルだったので、朝から晩まで大急ぎで抜根します。気持ちいい。人の手ではびくともしなかった根っこが次々に抜けていきます。想像していた以上のパワーで少し恐怖を感じながらも、初めて間近で見る重機に興奮しながら2日間の抜根はあっという間に終わりました。伐採・抜根の後は剪定枝の処理です。最初は2人で裏庭に穴を掘って、そこにコンポストとして剪定枝を入れて、裏庭の土を増やしながらできるだけコストのかからない方法で剪定枝の処理をしていました。少し余裕ができてからはやっとウッドチッパーを購入することができました。音はうるさいし使うのに体力はいりますが、裏庭に大量の穴を掘るよりも格段に楽になりました。何より剪定枝を粉砕することでより早く土に返すことができるし、庭に敷いておけば雑草防除にもなるので、より庭作りがはかどるようになりました。そしてやっと植物を植えるための花壇製作に着手します。大きなレイズドベッドを2つ製作しました。1つは鉄筋入りの縦1メートル15センチ、横4メートル50センチのレイズドベッド。もう1つが縦1メートル80センチ、横27メートル30センチ。横27メートル30センチの巨大なレイズドベッドです。2つともコンクリートブロックやモルタルを使って作ったので重労働になりましたが、丈夫で綺麗にできたので満足しています。でも花壇を立ち上げた分土がなくなってしまったので、今後どのように土を補充するのかが課題となっています。田舎に引っ越して絶対にやりたかったことの一つが家庭菜園です。アパートに住んでいた時、YouTube でたくさんの家庭菜園の動画を見て、自分で育てた野菜を食べることに憧れていました。引っ越したのが6月頃だったので、夏野菜の種まきは遅れてしまって、とりあえず手始めに簡単と言われているラディッシュを育ててみることにしました。古民家に残っていた棚を横に倒して、そこに土を入れてレイズドベッドにしました。結果は台風や害虫で少し残念でしたが何それ。それでも自分の作った野菜を食べられることが嬉しくて、いびつなラディッシュもすごく美味しく感じました。あんまり動画にしていないんですけど、ラディッシュの時の教訓を生かして秋、冬、春とたくさんの野菜を育てて美味しくいただいています。こいつ何があったん？家庭菜園歴1年なのでまだまだうまくいかないことが多くて、来年はもっとこうしようああしようってやりたいことがどんどん増えています。休みの日はこんな感じで庭の手入れや家の掃除ばっかりであんまり楽しむ暇がありませんが、せっかくの宮崎です。綺麗な海、山が近くにあるのでたまには息抜きをしています。宮崎の海はとっても綺麗で魚影も濃いので、釣りも今まで以上に楽しむことができています。まだまだ未開拓の場所がたくさんあるので、これから少しずつ遊びに行ってみようと思っています。さて、1年を振り返るとこんな感じになりました。いかがでしたか？他の地方移住をしている方の YouTube を見ると、1年で古民家をきれいに改修していたり、畑でたくさんの野菜を上手に育てたりしていて、私たちはまだまだだな、大丈夫かなと思ったりもしますが、
こうして1年を振り返ると少しは頑張ったのかなとも思える振り返り動画になりました。今年は家のリフォームを目標にしてもっともっと自分たちの心地のいい住処を作りたいなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。応援していただける方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。